2021年11月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。11月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらに愚者のカードとマジシャンのカード、0番と1番のカードが同時に出ております。型にはまらないあなたらしさを活かせる新しいことが始まっていく。ですので、転職活動中だった方はとても良い転職先を見つける。お勤めの方は、あなたの能力を活かせて、そしてそれを磨けるような、とても良いお仕事をアサインされる。あと、独立にも向いている時ですので、独立起業したいって思っていた方には、とても良いチャンスがある。あと、ご自身で事業を経営されている方の場合は、新しい事業や新しく人を雇う、そういう新しさがお仕事に加わってくることによって、あなた自身も、そしてそのお仕事自体も磨かれていく。おそらくご自身で経営されている方の場合は、ご自身が表に立って、その会社の顔になって、PR 活動などをされていた方もいると思うんですけれども、この時を境に、まるでタレントのように、あなたが表に立つことになる。そのあなたが名実ともに会社の顔になることによって、あなた自身もより磨かれていって、そのお仕事も波に乗っていく。そしてアーティストやクリエイターの方もいらっしゃると思うんですが、ご自身のクリエイティビティを活かせるという時期は1ヶ月ぐらい前からも続いていたと思うんですが、おそらくここでその頂点を迎える。まさにあなたがこのゼロから生み出すエネルギー体となって、あなたがこの時生み出すべきものを生み出していく。そしてその生み出したいものを生み出していくということも、ご自身を活かせる、磨けるお仕事に出会っていくというのも、あなたを深く癒していく。こちらにエピドートの Go Deeper というカードが出ておりますが、この新しさというのがあなたを深く癒していく。新しいお仕事、新しい人間関係、新しい作風、何かを生み出すようなお仕事や趣味をされている方の場合は、この新しさというのが、新しいものを生み出すだけではなく、今までの型を破る、殻を破って、今のあなたが生み出すべきものを生み出している。その生み出すこと自体は刺激的だと思うんですけれども、あなたのとても心の深いところを癒していく。そしてその始まりというのが、お仕事であっても、人間関係であっても、恋愛であっても、創作活動であっても、あなたを深く癒していくのと同時に、
こちらに計りのカードが出ておりますが、あなたのエネルギーをバランスの取れたものにしていく。とてもエネルギー配分が上手になっていく。それはお仕事とプライベートのバランス。自分にかけるエネルギーと他の人、例えばご家族などにかけるエネルギーなどのバランス。心身の健康のバランス。物質面と精神面のバランス。そういったバランスがこの新しさによって整うことによって、あなたが取り組みたいことに邁進できる環境が整っていく。それでこの環境が整うっていうのは、この新しさがあなたの人生に加わってくることによって、今までなかなか手放せなかった苦しみを伴うお仕事や、それがトラウマになってなかなか次に進めなかったっていうような過去あなたを苦しめた人間関係、その思い出だったりとか悲しみ苦しみというものを手放すことができる。それぐらいこの新しさにはとても大きな力がある。こちらにレインボーのカードも出ておりますが、その状況の最も難しい部分が終わる。新しさが始まることによって、あなたを苦しめていた関係やお仕事が終わっていって、喪失感から立ち直っていく。新しい出会いによって過去の失恋から立ち直るとか、新しいお仕事との出会い、人との出会いによって過去傷つけられた心が癒されていくとか、過去を悲しむことにエネルギーを注ぐのではなく、今を楽しむ、今の自分に、そして今のあなたを取り巻く環境にエネルギーを注げるようになって、バランスが自然と整っていく。それだけ辛い過去を抱えていた方もいると思うんですが、それすらも深いレベルで癒される新しさ。そしてこちらにノレッジのカードも出ておりまして、あなたを深く癒す、そして新しさにつながる知識と出会うとき、こちらには本が描かれてますけれども、例えばとても良い本と出会うことによって、あなたが背負ってしまった心の傷が癒されていく。あとこのエピドートのカードはゴーディーパーですので、知識にダイブする。それだけ取り組みたいって思えるようなものに出会えている。その知識にダイブすることによって、あなたが新しく取り組むべきものというのがクリアに見えてくる。このマジシャンには、ウィリアム・ヘンリーのインビクタスという有名な詩の一節が書かれておりまして、私が私の運命の支配者であり、私が私の魂の指揮官なのだという意味なんですが、過去にとらわれることなく、そして周りに振り回されることなく、それが例えば会社とか誰かから与えられる仕事だったとしても、そのお仕事をあなたの才能をあなた自身を磨くためのツールにできている。それぐらい軸がしっかりしていて、今の自分自身とつながれているので、そういうとても良いお仕事や良い人を引き寄せている。それぐらい他の誰かではなく、軸が今に、そして自分自身にある。こういう時は、この軸さえ失わなければ、何をしてもうまくいく。出会う知識に他の人では発見できない新しさを見つけることができる時ですので、今の自分としっかりつながって、あなたらしい型にはまらない新しさに飛び込んでいただきたいなと思いました。それでは11月16日から30日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。